皆さんこんにちは、まなみです。今回の動画は最近使ってみて良かったコスメや私に合わなかったかなっていうコスメを両方ご紹介していきたいと思います。で、コスメ以外にも電子機器とか食品もあったりするんですけれども、気になる方はぜひ最後までご覧ください。ということで早速ご覧ください。どうぞ。それでは一つ目からレビューしていこうと思います。で、今ちょっと目があまり見えていない理由の一つなんですが、こちらのカラコンをレビューしたいんですよ。これは水光レンズっていうハイライトが入っているレンズで、軸固定レンズなんですね。なので、ハイライトが入っているものってくるくる目の中で回ってしまって、ハイライトの位置が左右で全然違う方を向いているとかっていうことがあるんですが、これはそういうことがないということで購入してみました。レンブリンっていうところの軸固定レンズを買ってみたかったんですけど、いつも売り切れていたのでどうしようかなと思っていたんですけど、今回こちらを買ったので試してみます。ルナンベージュっていうカラーで、こちらに画像と直径とかの情報も書いておこうと思います。まずは片側だけ入れてきます。こちら側に入れてきました。今片側だけ目が見えるようになったことで、ちょっと髪の毛がおかしいのに気づいたんですけど、下ろしておきます。はい。こんな感じで、確か着色直径が 13.1 とかだったと思うんですけど、そんなに大きくないかと思って選びましたが、意外と大きいなって感じました。私はもともと目がそんなに大きくないので、カラコンを入れるとかなり大きく感じるタイプなんですけど、でもそんなに不自然感はないかなと思います。すごい可愛いです。下側にハイライトが来るんですけど、ちょっとアップでお見せしますね。こんな感じで左右差があります。下にハイライトが来てるのが本当に可愛いですよね。ナチュラルなのにうるっとした瞳に見せてくれるので、本当にいいです。口コミの方にゴロゴロするっていうコメントだったり、あと長時間つけてると乾いてきてしまって目が疲れるっていうコメントもあったので、今日一日つけてみようかなと思っているんですけど、つけた瞬間は全然ゴロゴロしませんでした。全然問題なく使えています。で、ベースカーブが 8.7 なので、私がいつも使っているクリアのコンタクトレンズは 8.6 なんですけど、意外と違和感もないですね。で、ルナングレーっていうカラーも購入しておりまして、今日つけるか迷ったんですけど、左右でつけて比較した方がわかりやすいかなと思うので、レビューしようと思います。こちらに画像と詳細を貼っておきます。こちらにグレーを入れてきました。今両方入れて思ったんですけど、なんか下の方が少しぼやけている感じがあるんですね。ハイライトの色が入っているから、白くぼやけているのかなっていう気がするんですけど、若干違和感はあります。でも慣れたらそこまで気にならないかなと思いますが、この辺りが少し白くぼやけているんですが、でもこの可愛さだったら全然使いたいと思います。もう一度アップでお見せします。肌荒れとかが見えていて申し訳ないんですけど、こちらの方が着色直径が大きいので、白目が見えている率は少ないかなと思うんですけど、でも思っていたほどの差はないかなって思います。で、色味がこちらはグレーなので、かっこいいメイクをしたい時にぴったりそうだなと思ったんですけど、両方ともいいですね。ただこちらのベージュの方が使いやすそうかなとは思って、こちらを外してルナンベージュを入れてこようと思います。両方ともルナンベージュを入れてきました。そういえば、口コミにとっても外しにくいっていうコメントがあったんですね。本当に外しにくかったです。今日の夜撮るのが怖くなってきたんですけど、頑張りたいと思います。で、1日使ってみて、目の乾燥具合とかもお話ししたいなと思うので、ちょっと8時間後、9時間後ぐらいになるかなと思うんですけど、こちらのテロップに感想を書いておきたいと思います。今のところ可愛さは100点です。で、ベースの商品が1つしかないので先にお見せしようかなと思うんですが、こちらの T-FIT のトランスルーセントセットフィニッシングパウダーの03番グリーンです。見てください。これ本当にグリーンなんですよ。私肌の赤みが強いので、これを全顔に塗ったらちょうどいいじゃんと思って購入してみたんですが、本当にしっかり緑のパウダーすぎて、なんか塗ったら顔が緑っぽくなってしまったんですね。なのでこれは小鼻とか赤みの強いところに部分的に使った方がいいなと思って、初めて使った時以降、そんなに出番は多くないんですが、画期的だなと思ったパウダーです。軽くベースメイクをしてこようと思います。いつも通りのパウダーファンデーションを使ってメイクをしてきます。ベースを軽くしてきました。パウダーを鼻の横の赤みに重ねようと思います。このパフがついていますが、ここにピンポイントでつけたいのでブラシで塗っていきます。こ
こんな感じで、もうすでに粉が舞っているので、どれだけ粒子が細かいかがわかるかなと思います。出てきてしまっているんですけど、これを取って塗っていきます。すごくないですか？結構カバーされますよね。ちなみに匂いはあって、いい香りがします。ニキビはさすがにそんなに隠れませんね。このぐらいの赤みになるとコンシーラーを使わないといけないかなと思います。これ私のおすすめとしてはこの小鼻の横と、あとこの辺りですね。私はここの赤みが気になるので、ここに軽くのせると少し赤みが減ります。なので、すごくおすすめとまでは言いませんし、もともとグリーンのコンシーラーとかをお持ちの方は、そちらを使った方がナチュラルに隠れるかなとは思うんですけど、面白いなと思ったアイテムとしてご紹介したいと思います。次は、こちらのビューティーベールのメイクキープスプレー R です。私、ビューティーベールのこのメイクキープスプレーがすごく好きで、以前よく使っていたんですけれども、スプレーのヘッドの部分がすぐに詰まってしまうので、こちらだったら詰まらずに使えるんじゃないかなと思って購入しました。ただこれもここのキャップの部分が付属でもう一個ついてきたので、詰まってしまうんだと思います。以前使っていたものがすごくメイクキープ力もあって良くて、おそらく皮脂とかを吸着してくれる粉体が大量に入っているから、こういうヘッドの部分が詰まってしまうんだと思うんですけど、それが良かったので、ビューティーベールの他の商品を使ってみようと思って購入した商品です。でこれはメイク崩れを防ぎ、ツヤのある肌へって書いてあるんですけど、もう先にお伝えするとあまり効果は私は感じられませんでした。口コミが結構良かったんですね。すごく期待して使ったんですけど、10時間後とか、あれいつもとテカリ方が同じだなと思って、その後はあまり使っていない商品です。でもとりあえずこの霧の細かさを見ていただきたいので、服の方がわかりますかね。こんな感じなんですよ。霧が細かいのはとても良くて、つけた後はペタペタするかな。全然使っていないんですよね。一応今日使います。唇は荒れやすいので、これ振らなくていいんですよ。乾くのを待ってる間にリピート買いしたものがあって、リピート買い、ストック買いしたものがあるのでご紹介したいと思います。それがこちらのロムアンドのリキッドグリッターシャドウの01番です。これ大好きでよく使っている商品です。最近雨が取れなくなってきたかなっていう気がしたので、9点で購入しようと思ったんですよ。そしたら678とかの番号しか売っていなくて、01番が売っていなかったんですね。Amazon とかだったら売っているんですが、それでこれ廃盤になったら困るなと思って使ってますよっていうことを意思表示したいなと思ってストックを買いました。本当にこれはなくなったら困るので大量購入して皆さんにプレゼントしたいぐらいなんですけど、グリッターが好きな方は気に入ってくださると思います。これおすすめです。全然変わっていませんね。こちらの方が新しいんですけど、混じったらわからなくなりそうです。古い方で装置を押していきます。これが01番のスターダストっていうカラーで、シルバー系パールをベースにブルー、ゴールドラメが多彩にキラキラ輝くと書いてあります。で、大小様々な六角形の大粒ラメが一塗りで目元を華やかに、ラメが粉飛びすることもなく綺麗に密着、細めのチップブラシで繊細なアイメイクも楽しめるって書いてありますね。これはどんなアイメイクのカラーにも合いますし、本当に華やかにキラキラにしてくれるので大好きで、あと密着力も商品説明通りしっかりとあって、そんなに目に入って痛いってことはないんですが、目の下にかなり塗って近くに塗りすぎると目に入ってしまって痛みを感じる場合もあるのでご注意ください。最近あまりつかなくなってきたのでグリグリして使っているんですが、消えているところをお見せしたいと思います。私はこういうブラシで塗って中に入れるっていうタイプを直塗りするのが苦手なんですけど、これはもうどうしようもないので、
信念を曲げて使っております。まだまぶたが荒れたりとかしたことはないので大丈夫なんですけど、こんな感じでキラキラになります。最近目をかなり開いた時に見えるようにこの上側にも塗るようにしているんですけど、キラキラです。ね、これは完璧休日向けのグリッターっていう感じで、しっかりキラキラするので、お出かけの時とかに使っていただけたらなって思うんですけど、本当に可愛いのでおすすめです。こちらも塗ろうと思います。キラキラにしました。もっと太陽の下で見たらキラキラなんですけど、室内なのでもしかしたら分かりづらいかもしれませんが、ラメ好きの方は買ってください。好きではない方もキラキラするのに抵抗がない方は買ってください。あとドラッグストアにスウォッチできるように置いてあるお店もあると思うので、つけたら試してみてください。Amazon で買うとちょっと安かったので、私は Amazon で購入しましたが、本当に廃盤になったら困るので、ちょくちょく買っていかないとなぁと思っております。これがラメが取りづらくなったなって思った時に、9点で6、7、8とかしか売ってないってお話ししたじゃないですか。6番を買ってみようと思ってこちらを購入したんですよ。これはちょっとラメがかなり細かくて、逆に言うとこちらの方が普段使いしやすいかもと思ったんですけど、こんな感じのとても細かいラメが入っていて、ピンクの細かいラメにグリーンかなと思うんですが、中ぐらいのサイズのグリッターとかが入っている。先ほどのラメに比べたらおとなしめなラメかなって思います。こちらが先ほどご紹介したキラキラのラメで、こちらが今塗った新しい方のグリッターですね。ドルメテオっていう色で、最近これを涙袋に塗ることもあるんですけど、私からするとですが自然なラメです。もちろんどちらか一つを選べって言われたら1番の方がおすすめなんですけど、せっかく買ったので使っていこうと思っています。次はこれいいなと思ったアイライナーをご紹介します。カラーグラムの名前は何でしょう。シェードリフォーミングブラッシュライナー10番と9番です。ここに 70%、30% って書いているじゃないですか。これが色の濃さなんですけど、スウォッチをします。これが 70%、下が 30% の色の濃さのブラウンのアイライナーです。30はとても薄いので涙袋の影に使うのにぴったりで、私こういうのを使ってぼかすのが下手で馬っぽくなってしまったっていうことは何回もあるんですけど、これは失敗せずに使えます。で、70% のアイライナーもこれが絶妙な色の濃さなんですよ。描きながらお話ししていきたいんですけど、1週間半前ぐらいまで結構濃いアイライナーを使っていて、で、目元の印象が濃くなりすぎるなって思っていたところなんですが、これすごく自然ですよね。自然になんか目の横幅を延長できる感じがあって、しかも引きやすいですし、とってもおすすめなセットです。しかもかなりプチプラで、私次はローズブラウンを狙っているんですけど、これナチュラルメイクにもいいです。グリッターを塗ってしまったので 30% が分かりづらいかもしれませんが、左右で比べるとこうなります。引きやすいですし、とってもおすすめなので、私が購入したのは9点なんですが、Amazon とかでは売っていないかもしれないんですけど、気になる方、ぜひチェックしてみてください。ちょっと上に書きすぎましたが、そんな時にこちらの出番です。これは100均とかで購入できるネイル用の商品で、名前は何て言うんでしょう。左上に書いておきますね。こう先端にコットンが巻きつけてあるような綿棒で尖っているんですけれども、これがですね、メイク修正する時にとても役立ちます。こういう化粧落としのクレンジングウォーターにこの綿棒をつけて、でちょっと先ほど間違えて書いてしまったところをなぞると落ちるんですよ。これ見づらいかもしれないんですけど、マスカラが下まぶたについてしまった時とか本当に便利です。これはとってもおすすめで、確かメガポが11月1日からかな
始まるんですよ。これはメガポが始まってから買うのがおすすめかなと思います。メガポ対象になっていればですけど、10% オフで購入できて 10% ポイント還元になるので、ぜひチェックしてみてください。次はこちらです。ヒロインメイクのラッシュハイプマスカラ01番です。パッケージがゴージャスな感じで可愛くて、中はこんなブラシの形で、海外のブランドのマスカラだとこういう形はあるかなと思うんですけど、日本製って考えると珍しいかなと思うんですが、こういうトゲトゲみたいなのがついているブラシです。こうつけても液がつかない通り、あまりまつげにつかないんですよ。繊維も少し入っています。こんな感じでまつげを上げたら塗っていくんですけど、まずそんなに塗りやすくないなと思ったんですよ。液もあまりつかないなと思ったんですけど、カールキープ力はかなり高いです。何回も重ねるとこんな感じになります。ビューラーだけしたマスカラを塗っていない方と比較するとこのようにかなり長くはなるんですけど、ボリュームが出るっていう感じではないんですね。で、今日はすごくたくさん重ねたので満足いく仕上がりにはなっているんですが、私はまつげの本数もそこまで多くないのでボリュームも出したいんですよ。なのでこちらは U ピンクのマスカラを塗っていきますが、こちらの方が好きです。今日こちらビューラーを失敗しております。いつももっとしっかり上がるんですけど、後でビューラーをしますね。長さを比較したいので変な角度なんですけど、こちらの方がロングになっていて、こちらの方が束感が出てボリュームが出ているように見えるんですね。今日に限って分かりづらいなと思うんですけど、こちらはまつげが個人プレイみたいな感じ。こちらはチーム戦みたいなイメージで。なのでヒロインメイクを下地として使ってから U ピンクを使うのがベストだなって思っています。でもこのヒロインメイクはですね、乾くと本当にパリパリになる感じでキープ力が高いので、あまり乾かさずに U ピンクをそのまま塗ってあげた方が綺麗につきます。なのでこれはマスカラとしてはそこまで私には合わなかった商品かなって思ったんですけど、下地として使うと本領発揮してくれるなって私は思ったので使っていこうと思います。最後はこちらです。ジュディドールのメリハリマスターパレット 01N クールトーンです。これはまずこの大きい鏡がついているのがとても良くて、旅行の際に持っていくのにぴったりなパレットだなって思いました。色味はこんな感じになっています。こんな色味でそっちをここにしてみたんですけど、グレー味をかなり感じたので、05番でしたっけ、ニュートラル系のパレットも購入してみたいなと思っていて、それこそメガポで買おうかなと思っているんですが、かなり粉質が良くてしっとりしていますし、ピンクのラメが入っているハイライトで、こちらの薄い方の色を使っていきます。で、ハイライトカラーを鼻根にのせて、ちょっとのせすぎたかな。このハイライトカラーを私口元にのせるのが好きで、ここにのせるのが好きなのと、明るい色を入れて、あと目のここ、私の場合赤みが強いところに明るい色を入れると目立たなくなって、色ムラを少し消して均一感が出てくるので塗っておきます。あとなんかここも今日赤いので塗っておきましょう。チークを塗っていないので塗っておきます。シピシピのポアレスチーク03番で、今日動画に出すつもりはなかったんですが、この色も明るくてホワットピンクみたいな色で可愛いので、最近よく使っています。鼻先濃く入れすぎました。ハイライトカラーを上から塗って相殺しておきます。鼻のトップにもハイライトカラーを入れて明るくして、こんな感じで髪の毛とかもセットして戻ってきます。ちょっとシンプルな感じの髪型にしたんですけど、このなんていう素材でしたっけ、ベロアのカチューシャが使える時期が
近づいてまいりました。まだハロウィン前なんですけど、気分的にはもうクリスマスっていう感じで、クリスマスのジャズミュージックとかを夜寝る時に聴いていて、全然そんなに盛大にクリスマスを祝ったりとかもしないんですけど、海外の特にイギリスの方のブログマスっていう12月中ずっと Vlog を撮るみたいなイベントがあるんですが、それを見るのが大好きなんですね。その季節が近づいてきているということで、あと1ヶ月ちょっとなんですけれども、楽しみにしています。師走で忙しい時期ですけど、暖炉とかクリスマスツリーとか、なんか、コージーってなんて言うんでしょう。居心地のいい、リラックスできるような雰囲気の動画を見るのが好きなので、これから寒くなってきますが、楽しみな季節がやってきました。今ちらっと見えて、これご紹介してないじゃんと思ったのが、なんて読むんでしょう。これなんですけれども、これはですね、Vlog を撮るように購入したんですが、電源をつけると、こんなスクリーンが出てきてですね、ここに QR コードが映っているんですが、これをスマホで読み取って、Wi-Fi 接続して、スクリーンミラーリングをタップすると、私自身何を言ってるかわからないんですが、なので、くっつくんですが、シャークもついてきたので、マグセーフとかがない方はそれにつけるのかなと思うんですけど、携帯のスクリーンがここにそのまま映し出されるんですね。なので、外カメラで写真を撮りたい時に、こうやって写真を撮ることができるんですよ。全然離して使っても接続されているので、画面映るんですね。で、まだ使い方が分かっていないんですけど、こちらのどこかのボタンを押したら写真が撮れていたんですけど、あとこのリモコンもついていて、使えるようになりました。すごい。これはまた違う。オン、オフがありました。こうして、すごい。でも難しいな。置き場所が難しいな。こうして、すいません、楽しんじゃって。全然見えてないですよね。いい写真が撮れたかな？ちょっと明るさとかが変わってると思うんですけど、ご飯を外で食べる約束をしていたので、撮影の途中だったんですけど行ってきまして、戻ってきてから撮影してるので、3時間ぐらいは経っているかなと思います。このですね、スクリーンの使い方がようやく分かって、テンションが上がっていたところで終わっていたと思うんですけど、今回おすすめしたい商品もありましたし、私にはちょっと合わないかなって思った商品もあったんですけれども、ご覧いただいている方が自分には合いそうと思ってくださるかもしれないので、最近試した商品をご紹介していきました。気になった商品があった方はぜひ概要欄の方にもリンクを載せておきますのでチェックしてみてください。あとちょっとちらっと見えたので、最後に一つだけご紹介していいですか？このですね、味のしないのど飴なんですけど、これは父が買ってきてくれたんですが、ずっと欲しいって言っていて、でも近くの、確かローソンでしか売っていないって書いてあったと思うんですけど、ローソンに見に行きましたが、販売していなくて、ずっと欲しかったんですね。私は機能性ディスペプシアっていう、ちょっと胃の不快感だったりとか、気持ち悪くなってしまったりっていう症状があるんですけど、最近はちょっと調子がいいんですが、調子が悪い時は少し食べただけでも気持ち悪くなってしまったり、全然食べれなくなったりっていうのがあるんですが、そういう時に飴を舐めると気分が紛れるんですね。で、砂糖とかもそうなんですけど、糖分の取りすぎで体に良くないんじゃないかと思って、これが欲しかったんですね。この前食べてみたんですけど、ビー玉を舐めている感じで、ちょっと時間が経つと、このハーブの味がしてくるみたいな、多分説明を聞いてるだけだと美味しくなさそうと思うじゃないですか。実際そんな美味しいものではないんですけど、でも気持ち悪い時にこれを舐めたら、普通の甘い飴ほどではなかったんですけど、気持ち悪さが紛れるので、これは全然おすすめはしないけど、私みたいに気持ち悪い時に何かを舐めていたら、気分が紛れて落ち着くっていう方におすすめです。ということで最後に一つ追加でご紹介したんですが、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。